動物警部だ。今日はナイトシティのストリートを生き延びる術をみんなに伝授するぞ。我らがミスター・パギンズはこれから友人のミスター・パグバーグに会いに行くところだ。出かける前に気をつけるべきことは何だろうか。一番大切なのは武器を持たずに家を出ないこと。武器さえあれば何があってもひとまず安心だ。 LCPD 掲示板のチェックも忘れずに、街で銃撃事件が起きていないか、起きていたら場所はどこかを確認しておこう。もっともレポートに何も出ていなくてもパシフィカや北工業地区には近づかないようにしよう。その2つの地域は LCPD の管轄外なんだ。ミスター・パギンズは友達と会うためにリトルチャイナのバーに向かった。それほど遠くないし歩いても平気だろうと考えたんだ。ところがそれは猿の朝知恵だった。どうしても必要でない限りナイトシティを徒歩で移動するのはもってのほか、地下鉄 N カートやコンバットキャブといったプライベートサービスを利用中。おやおや、ミスター・パギンズがまた問題に巻き込まれたぞ。ワトソン地区は企業の治安部隊によって一時的に封鎖されているようだ。しかし友達に会いに行くのに急いでいた彼はバリケードを越えて進むことにした。これも間違いだ。企業の治安部隊はなしに侵入者を撃つこと。そんな時はまず友達に電話をして新しい待ち合わせ場所を決めるといい。新しい場所を決めるときはミスター・パギンズはそこがギャングや危険な連中が集会に使っていない場所かきちんと確かめてから決めないといけない。おめでとうミスター・パギンズ。みんなのおかげでやっと友人のミスター・パグバーグに会えたね。帰りもアドバイスを覚えていることを言えるばかりだ。さて今日の安心シティライフはここまで。みんなしっかり生き延びろ。安心シティライフへようこそ。本館は動物警部だ。今日はサイバーサイコに襲われた時に身を守る方法を教えるぞ。ショッピングをしているとミスター・パギンズが突然悲鳴と銃声を耳にしたんだ。ミスター・パギンズはとっさに最寄りの出口に走ったが、そいつは絶対にやっちゃいけない。一般的なサイバーサイコは神経を強化し、つまり一が最初に先回りされるってことだ。それじゃあミスター・パギンズはどうすればいいだろう。そんな時にはとにかく急いで ADU 全自動防衛ユニットを探すんだ。見つけたらその近くの物陰に隠れよう。 ADU は分かりやすくマーキングされているから見ればわかるはずだ。 ADU は銃が撃たれると自動的に起動し、民間人のみんなを守ってくれる。ナイトバーグは優れものだ。 ADU の稼働中は一歩も動かず物陰でじっとしていよう。うかつに飛び出すと敵と間違われてミスター・パギンズは警察を呼ぼうと考えるかもしれないが、その必要はないどころか危険とも言える。 ADU が攻撃の瞬間に通報してくれているからだ。それに何よりサイバーサイコは聴力強化のインプラントを入れているから、下手に電話すると居場所が割れてしまうってわけだ。警察が現場に到着したらミスター・パギンズは自分から声をかけてはいけない。急に動いたりするのも厳禁だ。 LCPD の警官は銃撃をする音や声を察知した場合、実弾による銃撃で対応するよう訓練されているんだ。警察と同様トラウマチームの医療隊員にもミスター・パギンズは声をかけたり近づいたりしない方がいいだろう。トラウマチームは保険の加入者を救出しに来ただけなんだ。それと同じで企業の派遣した治安部隊は自社の社員しか守らない。それ以外の人間は顧客の安全を守る上での障害として扱われてしまうぞ。警察がサイバーサイコたちを鎮圧してくれたらできるだけ速やかにその場を離れよう。でも忘れるな、お店やショッピングモールでこういう事件が起きた
時は割引を受けたりクーポンをもらえたりするぞ。せっかくのチャンスを見逃すな。さて今日の安心シティライフはここまで。みんなしっかり生き延びろ。ようこそ安心シティライフへ。本館はドブズ警部だ。今日はみんなが大好きなナイトシティ警察と仲良く暮らしていくコツを教えるぞ。我らがミスター・パギンズは仕事に出かけようとしている。だがその時彼の後ろでパトカーのライトが光った。でも急がないと大事な会議に遅れてしまう。ミスター・パギンズは警察を無視することにした。考えが甘かったミスター・パギンズは腕の方向が定まれている FTP はそれではもう一度やってみよう。さて彼は速やかに路肩に停車した。車のエンジンを切り頭をハンドルの上に伏せてその後ろできちんと両手を組んだ。警官がゆっくり近づいてくるのを待ちながらミスター・パギンズは考えた。なぜ止められたのか聞いてみようと。また間違いだミスター・パギンズ。質問するのは警察側であって君じゃない。覚えておこう。求められない限り自分から警官に話しかけたりあえて目を合わせたりは決してしないこと。車から降りるよう警官に言われたミスター・パギンズは降りて車の横に立つことにした。それじゃダメなんだ。こうした状況ではうつ伏せになり両手を頭の後ろに回して待たなければならない。自分から進んでこの姿勢を取らないと力ずくでやらされてしまうぞ。よし、職務質問は終了。特に何の問題もなさそうだ。ミスター・パギンズは晴れて自由の身になった。でもその場を離れる前に治安を守ってくれる警官の仕事ぶりに心ばかりのお礼をするのを忘れないようにしよう。君もアドバイスに従い地元警察と良好な関係を築いて安全な日々を暮らすようにしよう。さて今日の安心シティライフはここまで。みんなしっかり生き延びろ。